は投稿者のプラモデル経歴を紹介しようかと思うのだ。プラモデル経歴。このチャンネルも7月30日で動画投稿を開始して1年経ったもので、このような動画もあってもいいかなと。1年経ちましたか。チャンネル自体は7月前半に立ち上げていたのですが、チャンネル開始時にいくつか動画があった方が良いかと思い、動画を4本ほど作ってから投稿を開始したわけ。なるほど、1周年企画のよもやま話ってわけね。それでプラモデル経歴なんだけども、そうでした。1970年代生まれの投稿者はご多分に漏れずガンプラから入りました。投稿者が物心をついた頃なので、夕方再放送の頃ですかね。いわゆるガンプラブームなんだけど、少し落ち着いた頃だったと思います。最初に買ったキットは60分の1スケールのガンダムでしたね。いきなりビッグスケール。塗料も買いました。レベルカラーだったかな。筆塗りで赤色、黄色、インディブルー、ミディアムブルーの4色だけだったかな。完成はしたの？親が組み立てて、色塗り担当は私。遊んで壊した気がします。その後はロボダッチ、100円合体プラモ、ダグラム、ガンダム MSV、マクロス、ザブングル、ダンバインなど作ってました。小学3年生ぐらいまでかしらね。いよいよスケールキットも手を出すわけね。スケールキットではないけども、ビッグワンガムがきっかけかな。ビッグワンガムは蒲屋が販売していた食玩ね。空母とか機関車を作っていたような気がします。ミリタリー系のプラモデルはどこから始まったの？長谷川のミニボックスシリーズが最初。72分の1スケールの AFV シリーズね。不死身のワールドアーマーシリーズとともにね。こちらのスケールは76分の1スケールでした。ミニ AFV を作り始めたきっかけはプラモ京志郎の中でティーガー1が登場してたからかな。なるほどね。最初に買ったのはミニボックスシリーズのティーガー1でした。250円でガンプラよりも安くて嬉しかった。当時はタイガー戦車って言ってました。このミニボックスシリーズは安かったので、ジオラマとか作って楽しんでいた。ドイツとアメリカの歩兵セットや検問書や八重セットなどもありました。この頃の憧れは列車砲のレオパルドだった。ミニボックスシリーズなのに大きな箱のやつね。ミニ AFV から始まったミリタリープラモ、飛行機などはどこから始まるのでしょうか？飛行機は中学生になってから、以前紹介したスーパー大戦略の影響でした。戦闘機に詳しい友達に感化されて飛行機プラモデルにはまっていったわけね。最初に買ったのはなぜかビゲン。スーパー大戦略にも出てこない戦闘機。謎チョイスね。同時にエリア88もハマっていたので、ドラケンと同じような戦闘機かと思ったのかな。当時は完結していた漫画なのでコミックスで集めてたのね。その他モホーク、ドラゴンフライなど脇道っぽい飛行機を作ってました。もちろん F14、F16 なども作ってました。いわゆる原用機ね。長谷川のプラモデルを多く買っていたので、塗料もミスターカラーが中心となった。塗装は筆塗りですか？最初はそうですが、途中からミスタープロスプレーを導入した。プロスプレー？吸い上げ式の缶エアブラシというのかな。ノズルが2種類のマーク3というのを買いました。 0.4mm と 0.2mm のノズルがつくのね。エアー缶を使っていたのでランニングコストが悪かった。エアー缶は1000円とかでしたからね。ミスターカラーの300番台も探すのに苦労した。300番台？ミスターカラーの飛行機特色、よく売れる色は地元の模型屋に置いてあったんだけども、置いてない色もあったわけね。海外キットは FS カラー番号で指定されていたので、300番台が対応する FS 番号を天使に聞きながら買っていた。結局ないので2対色を提案されるのね。この後113番以降から対戦機カラーが出てくるんだけど、対戦機カラー？大戦機用の新興商カラーなのかな。製造メーカーごとの機体内部色までラインナックされた。三菱系、中島系ってやつね。これも欲しくて天使に聞いたら、天使と話をしていた他のおじさんから青竹色でいいんだよと言われた。昔は何でも青竹色でしたからね。なんで最初は青竹色だったのかな。どんな経緯と交渉で今の色になったのかな。ちょっと知りたくなりました。水性カラーやタミヤカラーは使ってなかったのね。タミヤエナメルは墨入れで使ってました。なのでタミヤカラーを前提とした組み立て説明となる。タミヤ製キットはなかなか手をつけられなかった。その頃のタミヤは飛行機キットが少なかったですしね。国産プラモデルメーカーだと富士見も結構作ったかな。F14 ブラックバニーやコブラなどを作った。富士見の印象ってどうだったの？
飛行機プラモデルに力を入れてた時期なので、おおむね好印象でしたね。いくつか印象的な出来事もあったけども。と言いますと、ミグ29かな。これには驚いた。箱を開けてからのこれじゃない感。各社の取材力に差があるんだなと感じました。海外キットはいつ頃から買っていたの？飛行機プラモデルを作り始めてからすぐだったと思う。最初はイタレリかな。アパッチやトーネードを作った。その他には？エッシーやエアフィックスも作った。エッシーは72分の1スケールの AFV も作っていたかな。フンメルとかヤクトパンサーとかね。後年ミニボックス E シリーズとして発売されていたのを知ることになる。投稿者が生まれた頃の話ですからね。その時は知らなかったわけね。エアフィックスは一次大戦の服用機をいくつか買いました。あとはモノグラム。なぜかに100分の1スケールのツポルフ16を買った。長谷川モノグラムだったと思う。それと F16XL が印象的だったかな。対戦機に手を出したのはアドバンスド大戦略がきっかけでしたよね。そうそう、高校受験の頃ですね。ちょうど長谷川 AP 隊が出る頃ね。日読の対戦機をたくさん作りました。少し高い値段設定でしたね。 AP 隊は1200円だったので400円で売られていた旧金型をよく買っていた。アリーの48分の1スケールもこの頃ですか？模型天使に紹介されたのがきっかけかな。800円は安かったので買いました。確かリベット表現があまり好きじゃなかったとか。だから日本機以外を買っていましたね。ファインモールドを知ったのもこの頃ですか？そうそう、当時としては高かった。今のように組みやすい感じではなかったんだけども、欲しいマイナー対戦機がキット化するのは嬉しかった。高校を出た後は都内の模型店の散策を始めるのね。東京をまたいで神奈川に通学してたもので、都内の模型店に寄り道して帰ってました。思い出の模型店は？新宿のイエローサブマリンか桜屋、秋葉原と浅草橋の間にあったレオナルドによく行った。レオナルドは最初に出店した場所ですね。店主と話をしたことがありませんが、常連さんとビジネスモデルを話していた記憶がある。その方々がレオナルド各店の店主になっていたりするのかな。レオナルドではどんなキットを買っていたの？値段的にお得なキットを買っていたと思う。アカデミーのキットはここで知ったのかも。当時はサニーという会社が代理店でしたね。オーモールドのキットしかなかったので好きでしたが、デカールの質に苦戦しました。イエローサブマリンでは何を買っていたの？マッチボックスやスーパーモデル、ドラゴンなどかな。同じ頃、青島からも対戦機が出てきますね。新対戦機シリーズですね。タンク152も嬉しかったのですが、試練会が特に嬉しかった。烈風で痛い目にあったとか？青島の旧シリーズも再販されていて、烈風を買いましたが、当時の目線では厳しい内容でしたね。そしてタミヤが本格的に飛行機プラモデルの手こ入れを始めますね。48分の1スケールの傑作機シリーズですね。このシリーズでタミヤのモールドに見せられました。何を作っていたの？試練、強風、一式陸鋼、フォッケウルフ D9、スピットファイアとかかな。エアブラシを導入するのはこの頃ですか？グンゼのエアブラシ 0.3 ミリだったと思います。多分シングルアクションかな。社会人の下りで最後かしら？社会人になると上京して一人暮らしとなる。道具は置いてきたので模型から遠ざかってしまった。部屋も狭いですからね。10年後ぐらいに模型に出戻りするのかな。きっかけって何でしたの？お台場にガンダム像ができたのがきっかけかな。それでガンプラを買いに行った。道具も揃える感じですね。スケールモデルに戻るのも早かったな。タミヤの冷戦32分の1スケールがきっかけかな。結局48分の1スケールの方を買ったんだけども。模型業界の景色は変わってましたか？長谷川がキャラクターモデルを出しているのに驚いた。地元の友達が大人になってから会ってみたらチャラ男になっていたというか。例えがあれですが。それと中国と東欧のメーカーが台頭していましたね。CAD 設計による中国メーカーの勃興、民主化された東欧諸国の職人メーカーの台頭ね。そんなところですかね。今回は投稿者のプラモデル経歴という思い出語りとなってしまいました。投稿者の記憶整理になりました。プラモデルを始めたきっかけや出戻り理由は人によって様々。映画に出てくる戦闘機を見てまた作りたくなったりね。直近だとゴジラ -1 とか。新電が登場したのでトツモールドの48分の1スケールが売れたみたい。長谷川が仕掛けていたら素晴らしいのですが。ひょんなことで休眠層の掘り起こしってあるわけだなと思った次第です。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。
ではバイバイイ